皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。このカフェではコーヒーを飲みながらおしゃべりするように自然な日本語や日本の文化を楽しく学ぶことができますよ。こんにちは。常連客の拓也です。うさぎ店長、今日もよろしくお願いします。拓也さんよろしくお願いします。最近急に暑くなってきましたね。そうですね。もうすっかり夏の空気が漂っていて、冷たい飲み物が美味しい季節です。そこで今日のテーマは日本の夏を感じる音と香りについてお話ししたいと思います。夏の音ですか。いいですね。僕も日本の夏の雰囲気が大好きです。拓也さんは日本の夏の音と聞いて最初に何を思い浮かべますか？やっぱり風鈴の音ですね。チリンチリンという音が涼しいです。風鈴ですね。ガラスや鉄で作られた小さな鈴のことですね。実は音を一緒に聞きたくて持ってきたんですよ。そうなんですか？早速音を聞いてみましょでは、今から風鈴の音を鳴らしますよ。皆さんも一緒に聞いてくださいね。この音、癒されますね。心地よい音ですよね。拓也さんは風鈴家にありますか？はい。先週僕も浅草でガラスの風鈴を買って部屋の窓に飾ってみたんです。わあ、素敵ですね。日本の家では風鈴を軒先に吊るすことが多いですよ。軒先ですか？それは家のどの部分のことですか？家の屋根が壁から少し外に出ている部分のことですよ。なるほど。そこに吊るすと外の風がよく当たるから音が鳴るんですね。そうなんです。日本人はあの音を聞くと風が吹いているから涼しいと脳が錯覚するそうですよ。耳から涼しさを感じるなんてとても面白くて素敵な文化ですよね。はい、エアコンがない時代から続く日本の涼むための知恵ですね。涼む。つまり涼しく過ごす工夫ですね。他にはどんな音がありますか？日本の夏にセミの鳴き声は絶対に欠かせませんね。セミですね。夏の公園を歩いていると本当にすごい声で鳴いていますよね。ええ、何百匹も一緒に鳴くので、それを大合唱と呼びます。大合唱、みんなで大きな声で歌うという意味ですね。ぴったりな表現です。実はセミは種類によって鳴く時期や時間が違うんですよ。そうなんですか？僕は全部同じセミの声だと思っていました。真夏の一番暑い時期にはミーン、ミーンと鳴くミンミンゼミが多いです。アニメでもよく聞く音ですね。あの声を聞くと余計に熱く感じます。このミンミンゼミの声も録音して用意してるんです。準備万端ですね。では聞いてみましょう。夏が来たって感じがします。でも夏の終わりの夕方になるとカナカナカナと鳴くセミがいるんです。カナカナカナですか。なんだか少し寂しい感じがする音ですね。そうですね。このセミは日暮らしといって秋が近づいていることを教えてくれます。聞いたことがないリスナーさんもいると思います。こんな声なんですよ。聞いてくださいね。そうそう。昔、夕方にその声を聞きながら家に帰った時、とてもノスタルジックな気持ちになりました。その気持ちすごくよくわかります。夏の夕暮れの少し切ない思い出ですね。風鈴とセミの他にもっと賑やかな夏の音もありますよね。もちろんです。夏の夜といえばやっぱり花火とお祭りの音ですね。花火大会のドーンという大きな音はお腹に響いてワクワクします。そうですね。そしてお祭り会場から聞こえるお囃子の音も最高です。お囃子というのは日本の伝統的な音楽のことですか？はい、太鼓や笛を使って演奏するお祭りのお祝いの音楽です。聞いてみましょう。
そうそう、これこれ。屋台で焼きそばを買いながらお囃子を聞くと、日本の夏だなって思います。まさに日本の夏の完璧な過ごし方ですね。日本の夏はいろいろな音にあふれていますね。はい。リスナーの皆さんもぜひ耳を澄ませて夏の音を探してみてくださいね。では続いて、日本の夏を感じる香りですね。実は音と同じくらい香りも記憶に強く残りますよね。そうですね。特定の匂いを嗅ぐと昔の記憶がふわっと蘇ることがあります。はい。日本の夏の香りといえば、僕は蚊取り線香が大好きです。蚊取り線香ですね。緑色でぐるぐると渦巻きの形をしたお香のことです。アニメで見てずっと憧れていて、去年ドラッグストアで初めて買ってみたんです。初めて使ってみて香りはどうでしたか？火をつけると煙が出て、何とも言えないリラックスできる匂いがしました。あれは除虫菊という虫が嫌がる植物の成分が入っているんですよ。植物の匂いだったんですね。子供の頃、おばあちゃんの家にも似た匂いがあって懐かしくなりました。あの香りは夏休みや田舎の家を思い出すノスタルジックな香りなんです。自然の香りといえば、雨の匂いも夏の香りの一つですよね。そうですね。特に夕立の後の匂いは夏の訪れを感じさせます。夕立は夏の夕方に急に降ってくる強い雨のことですよね。その通りです。実は先日、自転車に乗っている時に夕立に降られてびしょ濡れになってしまったんです。あら、それは大変でしたね。風邪をひきませんでしたか？大丈夫です。雨宿りをしている時にあの匂いを嗅いで、本格的な夏が来たなぁと感じました。素敵な感性ですね。雨が降って少し気温が下がるので、どこかほっとする匂いでもありますね。他には家の中で感じる夏の香りはありますか？日本の夏にはお盆というご先祖様の霊を迎える行事があります。家族が集まる大切な時期ですよね。はい。その時におじいちゃんやおばあちゃんの家に帰ると青畳の香りがします。畳は日本の伝統的な床ですね。イグサという植物のいい香りがしますよね。ええ。夏に向けて新しく張り替えたばかりの畳は特に青々しくて爽やかな香りがするんです。その冷たい畳の上に寝転がって麦茶を飲むのは最高でしょうね。まさに日本の夏の定番です。そこに仏壇のお線香の匂いが混ざると心がとても落ち着きますよ。心が落ち着く香りもいいですが、僕はやっぱりお腹がすく香りも外せません。ふふふ。拓也さん、さては夏祭りの屋台の香りのことですね。はい、大正解です。お祭りの会場に近づくだけでいい匂いが漂ってきてワクワクします。拓也さんは屋台の食べ物の中でどの香りが一番好きですか？僕は絶対に焼きとうもろこしです。醤油が焦げた香ばしい匂いがたまりません。わかります。甘いトウモロコシにお醤油を塗りながら炭火で焼く匂いですね。去年友達と一緒に浴衣を着て花火大会に行った時、屋台の前から動けなくなりました。楽しいエピソードですね。私は焼きそばのソースが鉄板でジュージュー焦げる匂いも好きです。ソースの匂いも反則ですよね。ビールと一緒に食べると最高に美味しいです。そうですね。美味しい香りと一緒に楽しむお祭りは夏の忘れられない思い出になります。そういえば、この音や香りで日本人は涼むことが多いですよね。涼むですね。辞書で調べたら涼しくなるようにするという意味ですね。でも日本の涼むはただエアコンの温度を下げるのとは少し違うんですよ。違うんですか？もっと深い意味があるんでしょうか？ええ、昔の日本にはエアコンや扇風機がありませんでした。しかもとても蒸し暑いんです。確かに日本の夏は湿度が高くてじっとりしていますよね。そうなんです。だから昔の人たちは五感を使って少しでも涼しく感じる工夫をしました。五感というと、見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触るですね。はい。その五感を刺激して脳に涼しいかもと思わせる文化が涼むなんです。なるほど。だから風鈴のチリンチリンという音を聞いて涼しく感じるんですね。まさにその通りです。
風鈴の音を聞くと風が吹いている様子が目に浮かびますよね。はい、実際には風が弱くても音のおかげで涼しい風が吹いたような気持ちになります。それが涼むという感覚です。香りも同じですよ。ああ、おばあちゃんの家にあった青畳の爽やかな香りですね。そうです。森や草の香りを感じることで心がリラックスして暑さのイライラが静まります。心を落ち着かせることで体感温度を下げるなんてとても賢い知恵ですね。音や香り以外にも見ることで涼む工夫もたくさんあります。拓也さん、何か思い浮かびますか？あ、金魚鉢はどうですか？透明なガラスと水が涼しそうです。大正解です。水の中で赤い金魚が泳ぐ姿を見るだけでとても涼しげですよね。それから道に水をまく打ち水も見たことがあります。打ち水も素晴らしい涼む文化です。水が蒸発するときに熱を奪うので実際に温度も下がるんですよ。濡れた地面を見ると視覚的にも涼しいですし、一石二鳥ですね。さらに味わうことでも涼みましょう。夏の食べ物といえば何でしょやっぱりかき氷やスイカですね。冷たいものを食べて体の中から涼しくなります。う？そうですね。氷水に入った冷たいそうめんをガラスの器で食べるのも定番です。ガラスの器を使うのも見た目で涼むためですね。全部がつながっていて面白いです。昔の日本人は自然の暑さと戦うのではなく、自然を上手にお客さんのように迎え入れていたんです。暑さを嫌がるのではなくて、夏ならではの楽しみに変えていたんですね。その通りです。風鈴を飾り、打ち水をして、畳の上でスイカを食べる。これが日本の完璧な夕涼みです。気温が少し下がる夕方に涼むから夕涼みですね。最高ですね。なんだかエアコンの効いた部屋にずっといるのがもったいなく感じてきました。もちろん今は危険な暑さの日もあるのでエアコンは必須ですが、この涼む心も忘れたくないですよね。はい、僕も今年の夏はクーラーの冷たさだけでなく五感で涼むことに挑戦してみたいです。ぜひ試してみてください。いつもの夏がもっと味わい深くて豊かな季節に変わると思いますよ。はい、どんな音や香りと出会えるか今からとても楽しみになってきました。皆さんもぜひ周りの夏の音と香りを意識してお散歩してみてくださいね。今日も楽しくて美味しいお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ところでリスナーの皆さんの国には夏を感じる特別な音や香りはありますか？ぜひコメント欄で僕たちに教えてくださいね。皆さんの国の文化を知るのを楽しみにしています。たくさんのコメントをお待ちしております。それでは皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。